日本語でも会話が得意ではありませんでした。英語はなおさら。だから留学しました。結果変わりませんでした。でも行ったからこそ気づいたことがありました。今回はそんな話をします。言葉がポンポン自然と出てくる。間を埋めるように、でも無理せず流れていく。ずっとそういう会話ができる人に憧れていました。自分はそうじゃなかった。考えてから話すタイプですぐに返せない。シャイな部分もあってそれが出てしまう。海外に行ったら変わるかもしれないと思ったのはそういう背景があったからです。英語圏の文化に触れればもっとオープンになれるんじゃないか。外国語という土俵に変われば逆に開き直れるんじゃないか。変わるかもしれないし変わらないかもしれない。でも可能性はゼロじゃない。試さない限り変われない自分が確定しないから。今思うとそういう気持ちも少し混じっていた気がします。そういう気持ちが何年もずっとありました。そしてある時期に思ったんです。最後に一回だけ試してみようと。強制的にやらざるを得ない環境に飛び込めば嫌でも変わらざるを得ないんじゃないか。これでもしダメだったらもう変えようとすることはやめよう。そう決めて留学しました。留学先は語学留学ではなくて大学院に研究しに行く留学でした。英語圏ではない国でしたが、研究課程はすべて英語で行われました。英語ネイティブじゃない国だから、留学生同士ならお互い様かもしれない。そんな期待はすぐに崩れました。周りの人は普通に英語が喋れる。3カ国語、7カ国語も喋れる。それが珍しくもない空気でした。こちらがお互い様だよねと思っていたのに、向こうはその段階をとっくに超えている。最初の時点でスタートの位置が全然違いました。しかも英語だけじゃなかったんです。日本から留学に来た珍しさで話しかけてもらえることがありました。へえ、日本から来たの？私デーモンスレイヤー好きなんだよ。当時の私はデーモンスレイヤーが鬼滅の刃のことだと分かりませんでした。何それという反応をしてしまって相手に少し惹かれる。そしてお前本当に日本人かって言われたこともありました。英語力以前に雑談の共通言語もない。文法を間違えたら恥ずかしい。伝わらなかったら怖い。そうやって気にすることが増えるほど私はどんどん無口になっていきました。変われるかもしれないと思って飛び込んだのに、むしろ苦手意識が前より濃く見えるようになっていました。現地でもオンライン英会話を続けていました。努力はしていたつもりでした。でも思ったように変わりませんでした。なぜか。今振り返ると目指していた話せる人のイメージがそもそも自分のタイプと全然合っていなかったんだと思います。私が憧れていたのは言葉が自然に流れていく会話。タイミングよくポンポン返せる人。でも日本語でも私はそういうタイプじゃない。じっくり考えてから話す方が自分に合っていて、即座に返せないのは昔からそうでした。なのに英語になれば別の人になれると思っていた。日本語でもそういう会話が得意じゃない人が英語で急にそうなれるわけじゃない。今考えると当たり前のことなんですが、当時の私には見えていなかった。問題は語学力だけじゃなくて、こうあらねばならないという思い込みの方がずっと重かったんだと思います。
結局、英語力もコミュニケーション能力も劇的には変わりませんでした。でも不思議なことに今はそのことをすんなり受け入れられています。これだけやってダメだったんなら変えようとする方向性自体が違うんだなとはっきり分かった気がしました。留学せずに諦めていたらきっと心残りがあったと思います。でも最後まで試した。だから受け入れることができた。そこから少しずつ自分のタイプを認める方向に気持ちが変わっていきました。自分を変えようとすることをやめてから仕事のことを違う目で見るようにもなりました。英語力やコミュ力の問題じゃない。もっと根本的なところで何か違うという感覚。転職すれば変わるかもしれない。でもそれは留学と同じになるかもしれないとも思いました。環境を変えることで解決しようとするパターンはもう十分試した。だから転職ではなくて一度立ち止まって自分に合ったものを選び直すという選択をしました。それが現在進行中のキャリアブレイクです。周りから見ると突然の決断に見えるかもしれない。でも私にとっては留学という経験があったからこそ選べた道でした。留学を否定したいわけではないんです。もし今回の話を事前に聞いていたとしても私は多分留学したと思います。変われるかもしれないという可能性は自分で試すまで手放せなかった。効率が悪いのは分かっています。でも私にはそれくらいやらないと気づけなかった。留学に行ってから初めて分かったことが確かにありました。そういう経験って留学じゃなくてもきっと人によって形は違うんだろうなと思います。大きなことでも小さなことでもやってみて仮説が崩れた先に何か見えてくるものがあるのかもしれません。